はい、完成しました。味見を、したいと思います。いただきます。まず塩があってよかったなっていう味わい、そしてグレープフルーツとても甘さがあります。でとても芳醇さがあります。もうウォッカとウォッカの、で作ってるパンペルムーゼグレープフルーツのリキュールはそんな感じないです。もう本当にフレッシュのグレープフルーツをいただいてる感じです。でもこの塩のないとこもまた美味しいですね。でも最初の一口目はとにかく塩があってよかったな。これ最初ちょっと塩がなかったらなんかグレープフルーツのなんかカクテルかなと思うけど、ソルティドッグの良さ、やっぱりソルティこの塩があるっていうのがとってもいいんだなと感じますね。ちょっともっとたくさん飲みたくなるような味ですね。グレープフルーツが本当にやっぱフレッシュ、やっぱ絞りたてっていうのはもうそこで完全に違います。買ってきた、トロピカナみたいなのもああいう売ってる 100% も酸味があって美味しいんですけど、もうこっちの、絞りたてっていうのはもうフロリダのグレープフルーツの特徴で酸味が全然ないっていうか、甘さ、これ食べても美味しいようなグレープフルーツなんで、いやもうちょっとたまんない。でもこの塩のないところからまた飲むのもまた全然違うっていうか、本来ならこうちょっとね、本当のソルティドッグっていうのはお塩を入れてジンで作るっていうのが元々のカクテルだったんですけど、これやっぱウォッカで作るってちょっとなんか意味があるなっていう感じさせるような一杯ですね。こう飲んだ後のちょっとお塩っていうのもいいかもしれないです。非常にグレープフルーツで美味しいな。グレープフルーツって基本的にこうアルコールちょっと分解するような、作用のあるようなフルーツなんで、なんとなくちょっと罪悪感のない一杯かなってちょっと思うような素晴らしいカクテルだと思います。本日はソルティドッグをお作りしました。皆さんもお家でも簡単に作ろうと思えば作れるんで、ちょっと試してみてはいかがかなと思うような一杯ですね。でもバーに行って本当のソルティドッグを試してもらって、ちょっとお家とバーのこうちょっと違いなんかも楽しんでいただけたらなと思います。本日はどうもご視聴ありがとうございました。全部飲んじゃったやっぱり。まあそうでした。